激闘の中、攻撃を受けながらも猛進を続け、あらゆる近接武装を駆使して戦うイモータルジャスティスガンダムをイメージして制作してみました。では今回もウェザル。どうもダーティです。イモータルジャスティスガンダム、今回はダメージ加工&筆だけのウェザリングでかっこよく作っていこうと思います。今回の制作にはヤスリ等は使いません。使用するのはニッパー、タミヤさんの先細ニッパーですね。と、ゴッドハンドのアルティメットニッパー、片刃ニッパーです。片刃ニッパーを持ってない方はデザインナイフで大丈夫です。パーツの切り出しですけど、ランナーから切るときにニッパーを逆向きに使うとゲート跡が確実に少し残るので発火を防げます。切り出したパーツはランナータグと一緒に容器に入れれば組み立ての時分かりやすいです。切り出しが終えれば片刃ニッパーで残ったゲートを2度切りします。この時片刃ニッパーがなければデザインナイフで大丈夫です。またヤスリがけをしないのでできるだけ丁寧に2度切りしていきます。アンテナ部分には安全フラッグがないのでデザインナイフでカンナ掛けの要領で少しシャープにします。パーツの面とデザインナイフの刃は平行に。こんな感じですね。手がカスだらけですみません。いっぱいカスが出るので受け皿が必須です。ではカットが終わったパーツを組んでいきます。今回は一気にパーツを切り出して組んでるんですが、たまに腕とか足のパーツに左右で組み違えると合わないパーツがあるので、よくよく説明書を読み気をつけてください。このイモータルジャスティスはランナーが11枚と多く、素組みだけで3時間かかりました。最近の HG はパーツ分割が細かくてすごいですよね。ちょっと前のキットではランナー3枚とかありますもんね。まあランナー3枚で組み上がるのもすごいんですけどね。で、あっという間に素組みの完成です。ぐるっと一周見ていきます。ライジングフリーダムガンダムに比べて曲線が少なくてシャープな感じで、特に脚部パーツがスラッとしたイメージで個人的にはこっちの方が好みですね。ではダメージ加工に行きましょう。今回使用するのはハンダゴテ、ダイソーさんで550円でお買い求めいただけます。あと電動リューターです。詳しくは概要欄に載せておきます。まずは組んだままの状態でハンダコテを使ってビーム系の攻撃を受けたようなダメージ表現を加えていきます。熱し終えたハンダコテをダメージ加工したい箇所に押し付けていきます。ビーム攻撃なのでダメージ項は円形状にしていきます。この時プラが溶けてめちゃくちゃ臭いので十分な換気は絶対行っていただき、マスクもした方がいいかもしれないですね。力はそんなに入れなくても大丈夫です。次は肩に攻撃を食らってそのまままっすぐバックパックのウイング部分にもダメージコーンを加えていきます。こういうここに当たったらそのままここにも貫通するよねっていうのがばらさずにそのまま作業すると明確になります。欲を言えば飾りたいポージングがあるならそのポーズでやった方がいいですね。今僕がやってるダメージコンだと棒立ちで攻撃受けたのかっていう解釈もあるわけで、まあそれはいいでしょう。で、今回はこれぐらいのダメージコンを入れました。はじめにウイング部分だけだったのを延長線上の前腕にも出しました。後に気づいたのですがシールドつけれないんじゃねって思ったんですが問題なくつけれて一難逃れました。それと熱で溶けてプラスチックが糸を引くことがあるのですが、それはニッパーでカットすれば OK です。あとハンダコテのダメージ加工ではやりすぎた場合パーツに穴が開くかもしれないのでそれだけは注意が必要です。次はリューターを使って細かい傷を作っていきます。まずは先が尖ったビットをつけて傷をつけたい箇所にザザッと押し当てて削っていきます。見ての通り大雑把なんですが、これに至っては雑がコツだと僕は思っております。こんな感じに複雑な形状の傷をつけれるのがリューターの魅力だと思います。一家に一本おすすめのアイテムです。全体的にはこんな感じで上半身は割とあっさりめのダメージ加工にしてあります。イメージとしては敵を撃破したり攻撃した時の飛んでくる破片でかすり傷がある感じですね。
このイモータルジャスティスに近接武器が多いので、そんなイメージを膨らませて今回は制作しています。では次は丸いビットに付け替えて傷つけていきます。先ほどの尖ったビットが点という接地面に対して面として削って傷つけていく形になります。コツは変わらず大雑把にです。先ほどより接地面が広いので、押し当てればパーツの形状も変えることができるので、少し欠けてるようなシルエットも作り出すことができます。今回バックパックの電動リューターでの作業をノーカット3倍速でお見せしているので、感覚はつかんでもらえるかと思います。失敗してもこういう傷だと後悔しないように楽しんでやりましょう。後悔といえばiPhone を作ったスティーブ・ジョブズなんですが、かなりこだわりの強い人だったらしくて、大学時代も必修科目の内容が好きじゃないと言って卒業できないのに授業受けなかったりとか、俺はビーガンだから肉食ってないから臭くないだから風呂入らないとか言って風呂入らなかったりとか、あと会社設立の時に社名をジョブズがファンだからっていうのでビートルズのレコード会社の名前アップルから取ってつけたんですね。その時に相棒がいて、後々訴えられるからやめようぜって言われても、いやイギリスとアメリカだぜ大丈夫だろうって言ってそのままアップルってつけたんですけど、後に本当に訴訟されるっていうね。でも後悔せず、本当にすごいこだわりの強い人だったジョブズだったらしいんですけど、早い段階の膵臓がんが発覚した時にちゃんと治療すれば大丈夫っていうタイミングで、嫌だ俺は西洋医学は信じないって言って東洋医学で治す、民間療法と食事療法で治すと言って、で数年後に検査したらめちゃくちゃ進行してて、その時ばかりはマジで後悔してるって言って唯一めちゃくちゃ後悔したそうです。なんて言ってればダメージ加工完了です。次はウェザリングカラーのグランドブラウンでウォッシングしていきます。よく振って容器に入れて、ウェザリングカラーの専用薄め液でだいたい1対1の割合になるように薄めていきます。これから塗っていくのですが、ウェザリングカラーは顔料がすぐ沈殿するので、たびたび混ぜながら使用してください。この時塗料を入れた容器をマスキングとかで留めておくと便利です。ではパーツにウェザリングカラーを塗っていきます。こんなに真っ黒で大丈夫って思うかもしれませんが大丈夫です。しっかり全体を洗うようにバシャバシャと塗料を塗ることからウォッシングと言われています。ただポタポタ垂れるぐらいまで塗る必要はないので加減してください。すべてのパーツを塗り終えれば、きれいな容器にウェザリングカラーの薄め液を入れて拭き上げていきます。キムワイプがなければキッチンペーパーで大丈夫です。ゴム手袋は手を汚したくない人は着用してください。ペーパーに薄め液をつけて、先ほど塗ったウェザリングカラーを拭っていきます。この時重力方向に向かって拭いていきます。すべてをきれいに拭き取るのではなく、汚れている箇所、やや汚れている箇所、きれいな箇所を作っていきます。で、拭き上げに入るタイミングなんですが、ウェザリングカラーを塗った後10分から15分ぐらい待ってから拭き上げを開始しています。そしてペーパーで取りきれないへこみ部分は綿棒に薄め液をつけて拭き取っていきます。全体的にどこまで拭き上げるかの調整は好みですね。よく他の人は艶消しか半光沢のトップコートを拭いてからウォッシングするのですが、私はそのままの状態の方がコントロールしやすいのでトップコートを拭かずにウォッシングしています。決してめんどくさいからではありません。ただトップコートを拭くとにじみの表現もできるので、それはまた別の機会に。頭部はこんな感じです。腕パーツでの比較です。左が拭き取り後、右が拭き取り前です。ボディパーツです。拭き上げ後半日乾燥させた状態です。全体的にワントーン落ちてる状態になります。そしてウォッシングでダメージ加工した部分にも塗料が残って強調されて、なお墨入れまでできちゃうという一石二鳥な作業です。次はスモークグレーを使ってダメージ加工した周りの部分にくすみをつけていきます。塗料と溶剤を1対1で混ぜて、極細筆でダメージ部とその周辺にちょんちょんちょんとつけていきます。
もともと薄い塗料なのでぼんやりしか見えないのですが、効果としてはウェザリングマスターで汚してぼかすみたいな感じですね。ダメージ痕をなじますイメージで塗っていきます。またここもアバウトに塗る方が自然な感じで仕上がります。こんな感じで全体を塗り終えれば、次はブラックを使って大きいダメージ加工部分、主にハンダコテで焼いた部分を塗っていきます。細かい傷にはウォッシングの時にしっかりと塗料が入り込むんですが、大きいダメージ部分はまばらにしか入らないので、しっかり焦げた後に見えるように真っ黒にしていきます。このようにしっかりと塗り上げます。それ以外にもダメージ加工をしたけど目立たない部分、目立たせたい部分も塗っていきます。はみ出したり塗りすぎても綿棒で軽く拭けば大丈夫です。あとはチッピングも筆で書き込んでいきます。エッジ部分にちょんちょんとつけて、乾かないうちにすぐに溶剤をつけていない綿棒でさっと拭くと自然な感じに仕上がります。溶剤をつけていない綿棒で拭くことで、筆で塗った形からかすれたようになるのでリアルさが増します。チッピング作業は大体はスポンジでやる方が多いと思いますが、今回は自分に課せた謎の筆だけ縛りでやってみたのですが、また違う味が出ていい仕上がりになりました。これらの作業を全体に施します。次は艶消しのトップコートを拭いていきます。拭き終わりました。今回はスーパースムースクリアの艶消しでトップコートしました。艶がなくなり一段と締まった印象に。次はエナメル塗料のチタンシルバーでドライブラシをしていきます。しっかり混ぜて、しっかりペーパーにつかなくなるぐらいまで拭き取ってから、エッジ部分や擦れたダメージ箇所にシルバーをのせていきます。シールドはドライブラシ多めで擦れ感マシマシでいきます。武器にもなるので、ウイング部分は進行方向にドライブラシすると説得力が増します。広い面を塗るときは筆を素早く動かしましょう。傷に躍動感が出ます。そしてここが今回一番重要なポイントです。ハンダコテで焼いたダメージ箇所のドライブラシです。しっかりと凹凸がわかるようにシルバーをのせるだけで、このリアル感、3色のグラデーションによって高熱を浴びた雰囲気が醸し出されています。最後の仕上げにツインアイとセンサー部分にシールを貼ります。シールでも十分かっこいいです。で、後頭部のセンサーシールを今回はビームライフルに貼り付けております。今回はビームライフルの塗り分けはしていなくて、シールの方には周りの赤色が入っていたのでそうしました。この3点を今回は使用しました。それでは完成です。どうぞ。全体の仕上がりです。すみません、つい前回作ったライジングフリーダムともポージングをさせてしまいました。ダメージを受けつつもそこまでボロボロの印象を持たせないように制作してみました。1対複数との戦いに苦戦しつつも殲滅していくイメージですね。いかがだったでしょうか。今回は劇場版ガンダムシードフリーダムよりイモータルジャスティスガンダムにダメージ加工と謎の縛り筆だけウェザリングを施して制作しました。何か一つでもためになることがあれば幸いです。またこの動画が良かったと思っていただければ高評価またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた。